初めて運転させてもらった時は緊張でクラッチの足がもう震えちゃって、いろんなとこでもうエンストしちゃって。それは緊張しますわね。フロントからギュッと上がって、中低くて、でここからまたフェンダーのところが盛り上がるんですよね。これはいつまででも見てられるわっていう感じですよね。初めて喋った言葉何でしたっけ？フェラーリって言ったらしいです。すごくないですか？はい、自分もやっぱり子供ができた時にはこうやってドライブしたいなみたいな思いは強くあります。もう家宝みたいなもんですよね。そうですね。っていうかもう家宝ですよね。ボーイズ&ビルズ TV のお時間でございます。今日もこんねくの司とプロデューサーの上野太郎です。いつもありがとうございます。ということで今日はね、上野太郎くんなぜかここに立ってる。なんで？別に理由はないんだけどね、たまたま昨日2人で昼下がりからドンキン渋谷でハイボール飲んでたんですよね。そうで、そしたらマーティンさんっていう人が現れて、僕の友達で通りかかったね。そう、でマーティンさんが2人でインタビューしてみたらということで真似してんだ。そうそう、その流れで僕がなぜかここにいると、という話をオーナーさんを差し置いてやってますけど、オーナーさんお名前は？ AK と申します。年齢は？ 27です。お住まいは？北海道になります。ここは北海道じゃなくて東京なんですけど、わざわざ来ていただきましてね、ありがとうございます。そしてこちら車なんでしょうか？ディーノの246と言います。フェラーリが太郎くん27歳でディーノですか？というこっちゃ。一体どうなってるんですか？その辺をね掘り葉掘り聞いてみるか。ということで今回のボーイズ&ビリーズ TV フェラーリ D の246でお届けします。お楽しみに。お願いします。エゲさん愛車遍歴を教えてください。日産のリーフ E プラスからのテスラモデル3。電気でこれ？モデル3は普段乗りで今持ってる。なるほど。なるほどね。どういう経路でご購入なさったというか？購入とかではなく、父が20年以上前に購入しまして、助手席でいつも乗せてもらってたんですけど、こちらの方だけお譲りいただきまして。じゃあエゲさんが多分7歳ぐらいで買ったってことですか？そうですね、もうちっちゃい頃からありました。覚えてますその時のこと？そうですね、よくツーリングには、いろんな車で参加させてもらってたんですけど。お父さんの趣味車がたくさんあった？そうです、乗り継いでいろんな車があったという感じで。それどういうきっかけでじゃあそのエゲさん渡った？もう1台あって、そちらの方は売却して、こちらの方は車僕も好きだったので、こっちだったら乗ってもいいよということでお譲りしていただきました。運転難しいですか？今は特に難しいとかはないんですけど、初めて運転させてもらった時は緊張でクラッチの足がもう震えちゃって、いろんなとこでもエンストしちゃって、経験もあります。なるほど。それは緊張しますわね。だっていきなり趣味車が訪れてきたわけでしょ？そうですね。欲しいって気持ちはあったんですか？ありました。お父さんに譲ってくれって言ってずっと待った？中学生ぐらいの時からこれは譲るからみたいな。いいな。いろいろ聞きたいことが増えてきますね。増えてきましたね。はい、聞きましょうじゃあ。はい。エケさん年式は何年ですか？1973年です。僕と同い年だ。どんな車ですか？柔らかいというかしなやかな車ですね。確かにこう入ってきた時も静かだなと思った、そんな爆音じゃないので、ね、今のスーパーカーとかと比べると明らかに静かだし、静かだよね。静かだ。いや本当にそうだった。静かだったね。フェラーリって羽馬ついてるじゃないですか、だから皆さんフェラーリだってなると思うんですけど、これは結構本当にフェラーリに見えないですし、そうですね、もう落ち着いて静かなんで、本当に街中乗っててもあんまりこう見られることもなく。ディーノっていう車がどういう車なのかっていうのをちょっと説明していただいてもいいですか？フェラーリの創業者のエンツォ・フェラーリさんの息子さんであるアルフレッド・ディーノさんっていう方がいらっしゃいまして、その方がフェラーリの中で V6 をエンジンを開発してたんですけれども、亡くなってしまい、その死を惜しんでエンツォ・フェラーリさんがディーノっていうブランドで V6 をこの世に登場させたっていう車がこのディーノ246になるって認識でいます。息子さんの名前をつけたと。そうですね、はい。これで羽馬ついてない？そうですね、これはエンジンオイルみたいな感じのにフェラーリの羽馬がちょっとついてるぐらいなので、本当に隠れてると言いますか。じゃあザ・フェラーリじゃなくてディーノってブランドがあったんですね、当時ね。当時は本当にディーノっていうブランドで、いろんな方の見解を聞くとこれはフェラーリじゃないっていう人もいらっしゃいますし、フェラーリのオフィシャルサイトではフェラーリの歴史の中でフェラーリのディーノっていう形で出してるので、フェラーリって言ってもいいし、それはもう個人の自由かなっていう、なんかすごい防御モードが入ってるから。でも今日僕はもうフェラーリだと思って張り切ってきましたよそれ。
なんかでもね、お父様と息子さんの話っていうのがさ、エンツォ・フェラーリからね、ディーノに受け継がれてるわけじゃない？それね、エケさんもさ、なんか似てるよね、話としては。父から受け継いだもの大切に乗っていければなっていう思いではありますね。これちょっと見たいとこありますよ、この車。やっぱおとなしすぎるので、スパルタンな操ってる感はすごい少ないのかなっていう。だからちょっとスパルタンは欲しいなっていう。贅沢な悩みやな。おいどういう時に乗ってるんですか？普段はちょっとストレス発散で週末ちょっと一日山に出かけたり、ワインディングロード走るのすごく気持ちいいので、夏はちょっと新緑を見に行ったりっていうので山の上まで行って山の上のカフェでちょっとそば食べたりとかして帰ってくっていう感じで。一日ドライブ疲れませんか？疲れます。疲れるのは疲れる、冬の間乗れないので、春先1本目とかは結構腕のところとか筋肉痛になったりとか、ストレス発散っていうのもやっぱ疲れて乗ったなっていうのがやっぱストレス発散になってるっていう感覚なので、アクティビティですね。それで運転を楽しんでる感じですね。あともう一つ楽しみ方としては、冬ガレージにしまいっぱなしなので、夜ご飯食べた後とか、コーヒー入れて持ってガレージまで下がって写真撮ったり、コーヒー飲みながらちょっと眺めたりとか。そうね、確かに乗らなくても眺める楽しみっていうのが当然ありますよね。だってすごいよ、この抑揚というか、フロントからギュンと上がって中低くて、でここからまたフェンダーのところが盛り上がるんですよね。これはいつまででも見てられるわっていう感じですよねこれがまた乗るとどんな感じなのかっていうのはということで、すごい気になりますね。まずはじゃあ僕から乗せていただくことで。はい、わかりました。ということで乗っていきます。お楽しみに。2歳3歳の頃はなんかカー吉って言われて、GTR、フェラーリ、BMW みたいなのは親から聞いてますね。煽らないと演出してしまう感じがありますね。そこが癖ポイントです。確かに意外と車自身が前に進んでくれてるという感じがありますね。はい、ということで乗り出しました。ミッドシップエンジンがいい音を鳴らしてますね、後ろでね。ちょっと面白いなと思ったのが、AK さん、アクセルは右足は靴を脱いで裸足。ちょっとなんかいろいろ過去にありまして、アクセルワイヤーが外れたりとか切れたりとかそういうのがあって、アクセルペダルに対しての神経をすごく使うと言いますか、なので感覚が一番直に伝わる右足だけ裸足で運転することがよくあります。そして今走り出したら1足から3足入れたんですか？はい。2足使えないわけじゃないですよね。使えないわけではないんですけど、ミッションを守るというのか、 YouTube でいろんなディーノの動画とかを見てると、走り出しは2足を使わないで1足から3足、3足から5足って温まるまでそういう運転をするっていうのがいいみたいで、なるほど、取り入れてます。走り出し結構2足入りづらかったりするので、ああ、そうなんですか。温まってからの方がいいんだろうなっていうのは感じます。フェラーリ初のミッドシップで、そして V6 も初ですよね。そうですね。内装は綺麗ですけど、内装やったんですかね。内装を、ね、やり直して綺麗に貼り直してもらいました。AKさん、どんな子供だったんですか？小さい頃からいろんな車乗せてもらって育ちました。もう街行く車全部言えるみたいな、そういう子供ですか、いわゆる。そうですね。もう2歳3歳の頃はなんかカー吉って言われて、GTR、フェラーリ、BMW みたいなのは親から聞いてますね。初めて喋った言葉は何でしたっけ？フェラーリって言ったらしいです。すごくないですか？とんでもないお子さんでございます。初めて乗った時はやっぱ足が震えたっておっしゃってましたけど、かなり慣れてらっしゃって。今はだいぶ慣れました。僕読んだところによると、あるモータージャーナリストさんはこれほどねワイニングをね気持ちよく走れる車はないんじゃないか、バランスの良さとかも相まってっていう風に書いてあったの見たことあるんですけど、どうですか、そこら辺は。やっぱり山走ってるのが一番気持ちよく、カーブが走ってて楽しいなっていう感じはしますね。ご自身でも初めてのミッドシップの車だと思うんですけど、バランスとかも感じます？こう運転してて。ブレーキ踏みすぎてこう車体が滑るとか、踏みすぎてちょっと振るとか、そういうパワーもないので、本当にバランスよく走れてるのかなっていう感覚はしますね。なるほど。中学校の時に受け継ぐってね、お父様に言われてて、どういう心構えだったんですか？特に準備とかはなかったんですけど、真に受けるわけでもなく、漠然と聞いていたような感じでしたね。それでマニュアルの車初めて？これが初めてになります。練習してじゃあこれに臨んだわけですか？全然望んでなかったので、初めて運転した時はもう街中でエンストし放題という失態を犯しておりました。それは北海道で？北海道で。当然エアコンとかもついてないし、パワーステとかもついてないですよね。ついてないですね。どうですか？もうちょっと汗かいてしてます。
なので普段はここにある窓を開けて、三角窓を開けてっていうような形で、これをくるっとすると、そうですね。このミラーとかもちっちゃいですよね。見づらくないですか？全然見えてないようなものなのでそうなんですか。はい、外装はオリジナルままなんですよね。外装はオリジナルのままで、結構綺麗ですよね。普段ガレージにしまってるので太陽の日はあんまり浴びてないのかなっていう。今日はね超晴天ですけれども、でも全然やっぱ晴れてる日に乗るべきものなので、雨の日に乗ってしまうとどうしてもスチールでできてるので錆びてしまうので、まあなるべく乗らないようにしてます。この車でお父さんとの思い出とかあります？やっぱりクラシックカーラリーに数年間参加させてもらってたっていう思い出が大きいですね。どこ行ったんですか？道内を3日間かけて走るっていう結構長距離のイベントなんですけど、他のクラシックカーさんとかと一緒に走って、で自分もそのイベントが初めて運転するタイミングだったんですけど、そのイベントでデビューがラリー？そうですね。後ろにそういうもうすごい車がいる中、エースとして後ろの方に迷惑をかけるっていうそれ練習があって本番じゃなくていきなりそこで本番デビューってやばいっすね。そこお父さんとじゃあちょっと練習させてよとかなかったんですか？でもスタートの会場まで行く道とかも練習はさせてもらってたんですけど、会場まで行くのが距離あったとしてもほとんどまっすぐというか、ほとんどスタートの練習をできないという特殊環境だったので、練習のような練習じゃないような。ということで太郎に交代でございます。太郎のこともよろしくお願いします。さあ、じゃあ乗り込んでいきましょう。はい、運転交代させていただくということで、そもそも低いですね。ここのサイドシールとかが分厚い車とかあるじゃないですか、高かったり、それに比べると随分乗りやすいのかなっていうのもありますよね。そうですね。今の車よりは硬質な感じがします。シートっていうのはここで前後を合わせる感じ、そうですね。そこのレバーで、レバーを下ろして固定なんですね。でステアリングやっぱ上向いてますね、結構ね。そうですね。結構体に対してペダルが右側にありますね。意識して乗ったことがなかったので。本当ですか？まあでもそっか、これが初だったらそんなに違和感はないのか。で靴脱いで運転されてるんでしたっけ？右足だけでも運転できる方は。なるほどなるほど、横幅が大きい靴だとちょっと入りづらいですよね。横の壁にも当たるしブレーキにも当たるっていう感じがするから、ちょっとじゃあシートベルトをつけさせていただきます。いやー、っていうかディノに乗れるなんて幸せこの上ないな。それではじゃあエンジンをかけてみようと思います。まずイグニッションで軽く3回ぐらいアクセルポンプで送ってあげて、ピピピってなったんでエンジンかかるまで。わかりました、じゃあかけさせていただきます。ちょっと煽ってあげて。おー、かかりました。結構振動が伝わってきますね。しかも外から聞くと案外静かだなと思ったけど、中の方が意外とエンジンの音聞こえるし、やっぱこの背中からすごいエンジンの鼓動が伝わってくる感じがありますね。じゃあ1足に入れさせていただきます。この下ですね。1パターンのこっちが1ですからね、しかもこのカチャカチャっていう音がまたいいな。サイドレバーを下ろしてそのまま進んでいきます。
ちょっと煽り気味で。ああ、確かに、煽らないとエンストしてしまう感じがありますね。はい、そこが癖ポイントですね。確かに。はい、はい、ということで気を取り直してアクセルをちゃんと踏んで、はい、おー、進んでいます。私は今ディノを運転しています。おー、そういう意味では乗りやすいと言っていいのかもしれないですね。そうですね。なんかもっと強い癖を想像していましたが、はい、意外と車自身が前に進んでくれてるという感じがありますね。はい、走り出しだけですね。はい。で、ウインカーは手前のちっちゃいレバーですね。細いこのレバーがまたいいですね。ポキッと華奢な感じがする。はい、全部が繊細ですよね、そういう意味ではね。はい。こんな感じなんだ。で、2速がやっぱり抜けやすいんですよ。確かに今2速に入れてましたが、はい、ストンとニュートラルの方に戻ってきましたね。はい、すごい。今のフェラーリって排気音の音がバーッとするじゃないですか。はい、それに比べると機械そのものの音ですよね。明らかにこう機械が後ろで動いているエンジンの音が排気音よりも強い感じがしますね。はい、そして力がある。かなりパワフルですね。そうですね。今こうやってちょっとねこの段差があるところを走ってるけど、はい、AK さんおっしゃる通り柔らかいですね。そうですね。ポヨンポヨンとこういなしてくれる感じがすごくするな。タイヤの太さっていうんですか。そうね、厚みがあるし、はい、しかも角も丸いから、はい、そしてエンストしてしまいました。もう一度エンジンをかけます。はい、じゃあ出ます。はい、右往来です。お父さんが AK さんにこれを引き継ぐぞとある日突然言われたんですか？まあそれもなんかイベントの時ですね。ラリーの、はい、僕は横でただ聞いてただけなんですけど、いやこれはもう息子にあげちゃうからみたいな感じだったかなと。もうだいぶ前なのでうろ覚えなんですけど。で AK さんはそれを聞いてどんな気持ちでした？そんなこと言ってくれるんだっていうか、あ、これくれるんだみたいな。ちっちゃい時から欲しいとは思っていた。まあでもどちらかというとやっぱり子供の時って新しいものが好きっていうか、フェラーリもなんかやっぱ最新のものを追いかけてるというか、古いフェラーリかみたいな感じはありました。そっちの気持ちね。はい。古い車もらうぐらいだったら新しいの欲しいなみたいなそういう単純なもうスーパーカーキッズと言いますか。なるほどなるほど。やっぱり乗ってみて新しいフェラーリだとどうしても一生乗れるかって言われるとちょっと乗れない可能性もあるわけじゃないですか。はいはい、この車だったら一生乗れるっていうか、つまり直せばちゃんとそれをずっと維持できるっていうことですし、そうです。複雑機構もこの時代はまだないわけですからね。ラリーに参加させてもらってて、まあ、おじさまたちが道端で故障してしまっても、はい、自分たちでその場でこういろいろ試しながら直すというか作業してまた走り出すみたいな姿を見てると、こんなかっこいいんだみたいな、あ、こういう大人になりたいなみたいな、ここからどんどんこう古い車に憧れを持つようになりました。あの姿がまたかっこよかったりしますからね。そうですね。なんかそういう苦い経験もあったんですか？乗られててレッカーされたりするような。あ、でもレッカーは2回ぐらい経験があって、どっちもアクセルワイヤー系の故障という言いますか、もう外れてしまったら下からパネルを剥がしてっていう作業になっちゃうので、基本的にはその工場とかじゃないとできないんですけど、そういうのもできたらやりたいなとか。そうですね。はい、その延長線上でヘッドライトのガラスなんですけど、ひび入ってしまって、飛び石かなんかで多分ひび入ってしまったと思うんですけど、自分でパーツをイタリアから取り寄せてちょっと自分で取り付けてみたりとか。なるほど。簡単な作業は自分でやってます。少しずつそうやって、自分の車になっていくような感覚ってあるかもしれないですよね。そうですね。車のことをちょっとずつ学びながら、そのディーノをこうやって所有する幸運をゲットした AK さんは、これからこの車をどうしたいですか？将来的には、夢なんですけど、フルレストアを本国でやれたらいいなみたいな。本国のファクトリーに持ち込んで、オフィシャルでこの車をレストアするってことですね。はい、そういう夢はあります。
そうやってじゃあいつかはまたこの車はしかるべく人に、例えば AK さんの将来の子供さんとか、そういう方に受け継がれていくんでしょうかね。やっぱり自分も父から受け継いだものなので、それが理想だなとは思いますね。やっぱり小さい頃の思い出として父とドライブしたっていう思い出がやっぱ強くあるので、自分もやっぱり子供ができた時にはこうやってドライブしたいなみたいな思いは強くあります。もう家宝みたいなもんですよね。そうですね。っていうかもう家宝ですよね。そうですね。はい、乗ってまいりました。私はね、現場でして本当に乗せていただいて、どうでしたか？幸運としか言いようがないですよね。確かにそうだね。まずそうね。そして思っていたイメージよりも乗りやすかったです。そう、僕もね、横に乗ってるだけでこれ意外と運転しやすそうな車な気がするなって思ったんですよね。やっぱそうだった？すごくピーキーなイメージがあったし、もちろん前期というかこれの前半ディノの前半ってそういうイメージなんだけれど、今こっちになってすごく落ち着いたしっとりした感じ、だから乗りやすかった。同時にやっぱその機械としてのメカメカしさみたいなのをこの時代だからこそ感じて、AK さんの家宝になったという、理由がわかるなと思った。すごくそれを体験できました。これ一生の思い出だね。いや本当に貴重な体験でございました。太郎くんね、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。一つやってみたかったことがありまして、せっかく出たからには、それボーイズ&ウィルズ TV に出演された方のみに渡されるという伝説の幻の伝説貴重なステッカーを私から贈呈させていただきます。もらってください。はい、ありがとうございます。ということで AK さん、こちらの車 D のですけども100点満点中何点でしょうか？100点でですよね。はい、理由も聞かなくてもねいいかもしれないぐらい。そして最後に乗り続けますでしょうか？乗り続けたいと思っております。はい、やっぱりねお父さんも一生継がれて、車の中でもね、やっぱその受け継いだものをこれからお子さんが生まれたりとかしたらやっぱり家の宝物として受け継いでいきたいというお話は伺いました。はい、ということでございまして、今回はとても貴重な機会を太郎くん出演という回になりましたし、面白い回でございました。今日は D の246でお届けしました。ボイス&リス TV また見てください。バイバイ。